放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第38話、爽快無双バトルに突入。最初に姿を現したのは牙をむいた大狼の群れだった。イーナが駆け抜けるたび雷、来国の探検がひらめき、稲光が地を走る。巨体が音もなく崩れ落ち、草の匂いに焦げた匂いが混じった。軽い切れ味もすごいにゃ。ユーマは来光の剣を振り下ろし、高音とともに十数体の魔物を一瞬で灰に変えた。青白い閃光が網を咲き、視界一帯に暴れ回る。威力は十分問題なしだ。だが森の奥から悪意振動が地を這うように伝わってきた。木々が一斉になぎ倒され、闇の中から溢れ出す魔物の群れ。狼、トカゲ、巨大な虫、影のような獣、視界の端から端まで埋め尽くすほどの数だった。イーナの足が止まる。これはちょっと多すぎない？ユーマは肩をすくめ起床した。腕試しのつもりが模擬戦どころじゃないな。これじゃ町が飲み込まれちゃうよ。それでもイーナの瞳は怯えよりも熱を帯びていた。探検を素早く収めると背中の弓を吹き抜いた。鶴を軽く吹き、にやりと牙を見せるように笑う。でもさ、こういう無茶の方が燃えるんだよにゃ。同感だ。ユーマは剣を構え雷鳴を呼び起こす。青白い光が空を咲き、暗夜を昼のように照らす。まとめて灰にしてやる。いくにゃ。イーナは弓を吹き絞った。雷神の弓は雷鳴をかの残滓が宿ったかのようにしなやかに光を放つ。一射目、放たれた矢はまるで稲妻の軌跡を描き、全光の魔狼の頭を貫いた。矢が命中すると同時に周囲の空気がはぜ、2匹目3匹目の魔狼が連鎖するように弾く飛ばされる。さらに2射目の矢が地面に突き刺さると、雷が駆け抜け後方の群れを弾く飛ばす。雷や変換と属性共鳴、2つの特性が完璧に融合した瞬間だった。これ本当に私の矢。イーナ自身が目を丸くする。撃った矢が雷星のように変化し、森を照らしていく。次々と放たれる矢は木々の間を閃光のごとく走り、魔狼が雪崩のように倒れていく。羽鳥で軍勢をなぎ払う狩人の女神のようだった。すげえな。だがまだ来るぞ。ユーマが前に出る。矢の雨を抜け、なおも魔物たちは突進してくる。10、20、30、再現がない。ユーマ、後ろ囲まれる。イーナの叫びにも彼は振り返らない。むしろ口元に笑みを浮かべた。いい機会だ。来光の剣、本気で試してみるか。剣を丁寧と掲げる瞬間、空気が震えた。雷雲もない晴天に白き稲妻が葉を振り下ろす。雷が血を裂き、群れの中心へ突き刺さった。耳をつんざく轟音、衝撃波が草木をなぎ倒すとともに魔物たちが一斉に跳ね飛ぶ。黒焦げの残骸が雷鳴の残響とともに夜空へ舞い上がった。イーナは思わず耳を押さえる。鼓膜を揺らし腹の底まで震わせた。煙が晴れると地面には焦げた魔物が折り重なっていた。ただの一撃で群れの半分が消えた。一撃で。これ、イーナの声は震えていた。だがまだ終わりではなかった。後方からさらに大軍が押し寄せてくる。数が減ったくらいじゃ止まらないよな。ユーマは低くつぶやき、再び剣を構える。そして振り下ろした軌跡は雷そのものだった。全光をなぎ払った瞬間、数十体の魔物が宙を舞う。2、10機が灰になる。3、地に亀裂が走り、天敵が根こそぎ群れを焼き尽くす。雷鳴は終わらない。もはやそれは太りの剣士の戦いではなく、天そのものが起こりを爆発させているかのようだった。すごにゃ。イーナがかろうじて声
声を絞り出す。それでも彼女の手は止まらない。矢が雷に導かれるように飛び放つたびに稲妻が弓と剣、雷と矢二つの光が絡み合い、嵐のように大地を覆い尽くす。それは戦闘というよりもはや最悪だった。やがて最後の雷光が森を貫き、轟音とともに魔物の群れが完全に沈黙した。森には静けさだけが残る。ユーマは剣を地に突き立てて息を整えた。終わったな。風が抜け、焦げた匂いが遠ざかっていく。生き残った魔物は一匹もいなかった。嘘みたい。イーナは弓を握ったまま震えていた。自分の矢がこんな力を持っていたなんて夢にも思わなかった。ユーマもまた剣を見つめた。あの奥でまだ小さく雷がうずくように光っている。俺たち強くなりすぎてないか。かもね。でも悪くない気分だにゃ。二人は顔を見合わせ同時に笑った。雷と矢が織りなした無双の戦いは彼ら自身にすら驚きを与えていた。街はまだ騒然としていた。魔物の群れを退けたユーマとリーナの名は瞬く間に広まり、人々は彼らを英雄のように扱い始めていた。広場を通るたびにおかげで助かった。雷鳴の勇者だと声が飛んでくる。本人たちはどこか照れくさそうにしながらも決して悪い気はしなかった。やっはユーマ聞いた。英雄だってさ。イーナが胸を張って歩く。いや浮かれるなよ。俺たちはやるべきことをやっただけだよ。でもみんな本気で感謝してるにゃ。悪い気はしないでしょう。そう言って笑う彼女の表情は戦場での鋭さとは打って変わって猫のように無邪気だった。そんな折町の宿で二人の旅人と出会った。雪を思わせる純白のマントは動くたびにひらりと舞う。先の尖った帽子には氷の結晶をかたどった飾りが揺れ、見る者に冷たい気配を与える。肩まで流れる銀髪は月光のようにあでやかで、その腰に携えた黒木の杖には古代文字が刻まれていた。光沢の美しい深青のローブには大胆なスリットが入り、足線を美しく見せつつ戦闘士の俊敏な動きを可能にしていた。一目でわかる。この世界においてただものではない。まさに魔法使いだった。やっと見つけたわ。あなたが雷を呼ぶ剣士ね。そしてあなたがその相棒でしょう。彼女はまっすぐユーマを見つめ、口元に淡い笑みを浮かべた。にゃにゃんだ。イーナがたじろぐ。息を切らせながらも彼女は目を輝かせる。私はセレス。雪山の村から来たの。お願い助けて。いいが早いか。セレスは勝手に椅子を引いて腰を下ろし、卓上の水差しをぐいっと一気に飲み干した。糸カエルはでね、事情を説明するわ。ユーマとリーナが顔を見合わせる間にも彼女は早口でまくし立てた。雪山の村ではね、このところ異様な寒波が続いてるのよ。それに魔物が妙に活発になってきて、村の外にすら出られりゃしない。食料も底を突きかけてて、このままじゃ全滅よ。しかもね、村を守っていた氷の盾まで消えちゃったの。そう口にする刹那、彼女が触れた水差しの円からビー玉ほどの小さな丸い氷がこぼれるように生まれていた。それがテーブルに転がり落ちると白く濁り回転して消えた。あまりにも小さい動きなので注意しなければ見逃してしまいそうだった。そして話している最中も小さな氷の粒が一つまた一つと現れては音もなく溶けるように消えた。まるで彼女の言葉のリズムに合わせて魔法が無造作にこぼれているかのようだった。何で。ユーマは一瞬粒が気になって頭に入ってこなかった。だから私の村めっちゃ寒くなって魔物も暴れまくりで食
の粒もコロンと跳ね、薄い光を放って消えた。まるで彼女の感情のこぶりに反応したかのような動きだった。ちょっと落ち着けよう。そう言ったものの、内心ではテーブルに目を奪われていた。ユーマはテーブルに散る氷粒を一別し、すぐに顔を上げた。つまり氷の盾が消えたせいで、村の防衛が崩壊寸前ってわけか。イーナも小さくうなずく。村人がすごく困ってるってことだよね。そういうこと。セレスは嬉しそうに手を叩いた。それでね、私一人じゃどうにもならなくて、あなたたちにお願いしたいのよ。にゃー、なるほど。イーナはうなずきつつも、テーブルの上で消える氷の粒に見とれていた。どうやら、セレスは無意識に魔法をこぼしているらしい。セレスのスースーしさと真剣さが混じった調子に、ユーマは思わずため息をついた。イーナと視線を交わすと、セレスはにやりと笑って肩をすくめた。また面白い話が転がり込んできたにゃ。どうする？ユーマ、放ってはおけないな。やっぱりね。じゃあ決まりにゃ。こうして3人は、雪山の村へと向かう旅に出ることになった。続く。次回第39話、偏屈な魔法使いセレス。